皆さんこんにちは。覚えてますか？去年の9月に本棚紹介の動画を一度上げたことがあるんですが、その時は積んどく本コーナーがもう大量すぎて、その仕分けと紹介のみで終わってしまっていたんです。私の本棚にはまだすでに読み終えた本として小説やエッセイなどの文芸コーナーと、あとライフスタイルとかマインド系の自己啓発本や実用書のコーナーがあって、そこの仕分けをずっと先延ばしにしていました。ちょっとお見せするのが恥ずかしいぐらい適当に入れちゃってるんですけど、ご覧の通り最近いよいよ本棚に本が収まらなくなってきているので、手元に残す本と手放す本の仕分けを兼ねて本棚紹介をしていきたいと思います。今回もかなり量があるので、今週は本棚紹介第2弾として自己啓発実用書コーナーを紹介して、来週第3弾では文芸コーナーを紹介できたらと思っています。果たして手放す本を決められるのか若干不安はあるんですが、これで本棚に収まらないと分かったら、単純に本棚の容量を増やそうかなとも思うので、その判断のためにも私の仕分けを含めぜひお付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。いくではい、まずは自己啓発実用書コーナーの本を全部持ってきました。一旦ジャンル別に分けてから1冊ずつご紹介していこうと思います。ざっとジャンル分けをしてみました。まずこれらが私が社会人として働く中で悩んだ時に選んできた本で、こちらは生活のヒントになるようなライフスタイル本だったり、私が好きな方のエッセイ的な本たちになります。こちらがいわゆる自己啓発本や情報を得る系の本たちになります。私は美容も好きなので、美容に関する本が数冊と、こっちはその他って感じで、また後でご紹介をしようと思います。ではまずは私が集めてきた働くことに関する本たちをご紹介します。1冊目が私たちが27歳だった頃という本です。これはもうおすすめです。25人の活躍されている方々が27歳の時にどんな経験をしてどんな風に考えて過ごしていたかをまとめたエール本なんですが、きっと背中を押してくれるエピソードがあるし、私はすでにもう27歳を超えているんですが、それでも手元に置いておいて自信がなくなった時に読み返したいなと思う一冊です。次は DJ 葵さんのキャリアなどに興味はない、それなりに稼げてストレスフリーならそれでいいのだです。タイトルがすごい面白いんですけど、数年前に DJ 葵さんという方のブログがすごく好きで読んでいたので、その当時に買ったものです。社会人になって数年は私は結構バリバリ働くぞってタイプの人間で、当時はこういう働き方もあるのねくらいで読んでいた気がするんですけど、久しぶりに表紙をめくってみると、仕事は辛いけどたっぷりお金を稼げる生活よりも毎日が平穏無事でそれなりに稼げる生活がしたい、まさにあなたのために書かれた本ですと書いてあって、時を経て今の私にぴったりな本になっていて、ちょっと読み返そうかなと思いました。次が小田切あさぎさんの女子とお金のリアルです。これは著者の方が実際に低所得だった時代から我慢をせずにお金に余裕のある生活を手に入れるに至った成功のマインドを綴った本になります。漫画やイラストもたくさんあってサクサク読めた記憶があるんですけど、内容は正直あんまり覚えてなくて、これも今もう一回ちょっと読み返してみたいなと思っています。北条久美子さんの社会人1年生大全、これは基本的なビジネスマナーが載っている本で、おそらく新卒の時に手にした本ですね。当時はこんなものも読んでたんだって思うと自分頑張ってたなって思います。これは今の自分には必要ないかなと思うので、もう手放そうと思います。安田忠さんのできる人は必ず持っている一流の気配り力、一時期すごく流行ってた本だった気がするんですが、この本は個人的に当時すごく役に立ったなと記憶している本です。社会人になって数年目の私が買ったんですけど、
当時仕事中の気遣いとか気配りって難しいなと思ったり、それができたらさらに仕事ができる人になれるのかなって思って読んでいた記憶があります。本の初めにも書いてあるんですけど、お礼のメールは翌朝すぐに送るとかは、これを読んでから特に必ず実践するようになったり、人に頼む時のスケジュールの段取りとか、お願いしますじゃなくてお願いできますかと送るとかも今では当たり前にやってることなんですけど、もしかしたらこの本を読んで意識していたのかなと思いました。次は働きウーマンの成功のルールです。これは海外のベストセラー本が訳されたもので、男性社会の中で女性がどう立ち回れば出世していけるのかをかなり具体的に書いている本でした。今後も会社でしっかり働いていきたいと考えている女性にはもちろんおすすめなんですけど、そうでなくても組織で働く上での役立つ情報がしっかり得られる本だなと思いました。当時の私の仕事人間っぷりが伺える選書なんですけど、今回は手放そうかなと思います。どの本にもいろいろ思い出があるので喋ってしまうんですけど、この調子だと終わらなそうなのでサクサクいきます。次は明日も出勤する娘です。これは帯の裏が一番わかりやすいかなと思うので見せておきます。働くことに悩んだ時にはぜひ手に取ってみてほしいエッセイです。弘中綾香さんのアンクールな人生。これは面白くていつかまた読み返そうって思っていた記憶があるので手元に残します。佐久間信行さんのずるい仕事術とご機嫌になる技術です。一時期佐久間さんのラジオをよく聞いていたり、私は佐久間さんが結構好きなんですが、組織でいかに自分のやりたいことをするためにうまくやるかっていうのが本当に上手な方だと思うので、そんな方の技術がこの値段で読めるっていうのがすごいありがたいなと思いながら読んでいた記憶があります。これも結構会社員として働く方にはおすすめの本だなと思います。これで仕事に関する本は以上になります。全部社会人になって数年くらいの間に買ったものなので、久しぶりにこうしてずらっと見てみると私の社会人人生の歴史だなって感じがしました。続いてライフスタイル本やエッセイなどをご紹介していきます。大竹しのぶさんのまあいいかです。これは女優の大竹しのぶさんのエッセイ本になるんですけど、先ほどご紹介した私たちが27歳だった頃で大竹さんの考えを読んで、もっと彼女の考えを知りたいなと思って買った一冊です。これメルカリで買ったんですけど、なんと開けてみたらサイン本だったっていう奇跡の一冊で、これはずっと大事にしようと思っています。続いて感性のある人が習慣にしていること。陶芸家でアーティストである翔子さんという方が書かれた感性を養ういろんな習慣について書かれた本で、暮らしを少し変えるだけで自然と感性は身について、そして自分らしく生きるための物差しも手に入れることができるということが書かれています。これは今のタイミングでもう一度読み直したい本なので手元に残します。次は私のチャンネルではおなじみの桜林直子さんのつまり生きづらいって何なのさです。これは割と最近あげた読書合宿でご紹介しているので紹介は省きます。古賀文武さんの寂しい夜にはペンを持て。これは面白かったですね。自分の言葉で書くということについて物語形式ですごく分かりやすく書かれた本で、自分と向き合いたいけどどうやって自分の内面を言葉にしたらいいかわからないという方にぜひ読んでみてほしい一冊だと思います。北欧時間、世界一幸せな国の人たちが教えてくれたこと。北欧の暮らしをもとに自分らしく生きるコツだったり、あと幸せに生きることを見つめ直す一冊です。毎日生活をしていると余白を失ってしまうことってあると思うので、そんな時に時々立ち止まって読み返したい本だなと思っています。おきずライフ、ありのままのちょうどいい暮らし。これはおきず Vlog という名前で YouTube で Vlog をアップされているおきさんという方が出された本で、私はおきさんの暮らしや考え方がすごく素敵だなと思っていつも YouTube を見ているので、この本を出版された時にすぐに買って読みました。帯にも書かれているんですけど、Vlog には映らなかった沖さんの人生だったり価値観っていうのがしっかりと描かれていたので、
この本を読んでより一層沖さんのことが好きになった一冊でした。ジェーン・スーさんと桜林直子さんの過去の握力、未来の浮力、明日を生きる手引き書。これは前におすすめポッドキャストの動画でご紹介した隣の雑談という番組のエッセンスをぎゅっと凝縮した一冊です。番組で話されてきた興味深いテーマがこんな感じでたくさん詰まった本になっているので、番組が好きな方にはぜひおすすめの一冊です。続いて F さんの20代で得た知見です。これは私的にザ・エモい本であり、ここに書かれていることに救われる夜があるなと思える本です。この表紙をめくったところにある言葉が私的に結構印象的なんですけど、真夜中送信できなかった言葉、既読にならなかった言葉を思う、なかったことにしたかった話、なかったことにできない話を思う、私はそんな話ばかり聞いていたい、そんな話ばかりしていたい。結構前に購入した本ではあるんですけど、今でも本屋さんで目立つところに置かれているのを目にするので、根強い人気がある本なのかなと思っています。心がしんどくなった時にぜひ手に取ってみてほしい一冊だなと思います。しおりさんのそれならそれで、しおりのなんとなく日常という YouTube をされているしおりさんが出された本で、一回読んでからもう一回読み返したいと思ってずっと妹から借りっぱなしになっている本です。しおりさんの世界の捉え方やセンスが好きなので、そのルーツを知ることができてすごい面白い本でした。岩井祐希さんのどうやら僕の日常は間違っている。私はオードリーの若林さんのエッセイが好きなので、それならこれも読んでみたらっていうことで彼から借りて読んだ本です。あんまりお笑いは見ないんですが、芸人さんは物事の見方とか捉え方が面白くて、芸人さんのエッセイを読むのは結構好きだなっていうことに気づきました。最後、松田青子さんのお砂糖一さじで、これは買ったきっかけはちょっと忘れてしまったんですが、想定がすごく可愛くてお気に入りの一冊です。タイトル通りほんのちょっとだけ生活が楽しくなるエッセイっていう感じで、これも時々読み返したい本なので手元に残しておきます。続いて、いわゆる自己啓発本や情報系の本をご紹介していきます。東畑海人さんのカウンセリングとは何か、変化するということ。これは比較的最近読んだ本で別の動画でご紹介しているので、そちらをぜひ見ていただければと思います。こちらも最近ご紹介した松田美弘さんの何にもしない、やりたいことが見つかる世界の果てのカフェ、1日5分からの断捨離。これは 1,2 年前ぐらいに断捨離したいと思って買った本になるんですけど、ちゃんと全部読みはしたんですが、そこから断捨離は全然できていないっていう感じです。続いて、精神科医の和田秀樹さんという方が書かれたもうちょっと雑に生きてみないかです。少しずつ緩和してきてるかなとは思うんですけど、私は割と完璧主義な方なので、この本でヒントが得られるのかなと思って買った一冊になります。ただ内容を結構忘れてしまっているので、もう一回読み直そうかなと思いました。次は、心療内科医が教える本当の休み方です。最近結構休み方に関する本がよく出ているなと思うんですが、これはそういう本が出てくる前に買って読んだ本で、なるほどなと思える情報がいろいろ載っていたので、ためになって面白かった一冊でした。続いて、とっても有名な Think Clearly、 あと7つの習慣がとっても分かりやすく噛み砕いて書かれた超入門書。13歳から読めると書かれている通り、イラストもあってストーリー形式で7つの習慣のことが書かれているので、分厚い本に抵抗がある方はこういうので読んでみるのもいいのかなと思います。続いて、とっても有名だと思うんですけど、両学長のお金の大学の元々の本と、あと改訂版ですね。これは改訂版だけ残して元の本は手放そうかなと思います。続いて、美容本のご紹介に行きます。大人気のめぐみさんの美容本、綺麗はこれで作れますと心に効く美容、どちらも持っています。最近新しい本も出ましたよね。こういうのを読むと美容のモチベが結構上がるので、モチベのためにも手元に置いておきたいなと思っています。この本は一時すごい有名になった気がするんですけど、満喫さんのそうです、私が美容バカです。すべて漫画で書かれているので、もうサクサク読めて面白かったです。
私的には比較的知ってるものが多かったので、一回読んだらもういいかなって感じの内容ではありました。最後はちょっとジャンルが違う本をご紹介して終わりにします。モネ印象派の誕生とカルチャー機構モネの庭へです。この2つは原田マハさんの美術小説を読んで印象派と特にモネがすごく好きになったので、もうちょっとモネに関することを知りたいなと思って買った本たちになります。最後は美術手帳のテレビドラマを作る物語の生まれる場所の特集会になります。私が新卒でエンタメ業界に入ったきっかけがテレビドラマを作りたいっていうことだったので、いろんな脚本家さんだったり制作スタッフさんのインタビューが載っている特集っていうことですごいかじりついて読んだ記憶があります。これは思い出の一冊なのでずっと手元に残しておきたいなと思います。はい、以上本棚紹介第2弾でした。量が多くて後半はちょっと疲れてきてしまってあまりうまく説明できていなかったかもしれないんですけど、こうして自分の本棚にある本をたまに全部見返すと、こんな悩みがあったなとか過去の自分を思い出せてすごく楽しかったです。今回ご紹介した本は結局8割9割は手元に残したい本だったので、あんまり本棚はすっきりしないかもしれないんですが、また読み返したい本がたくさん見つかったのはいい発見になりました。来週は文庫を中心とした文芸本をご紹介する予定なので、そちらもぜひ見てくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。文芸本コーナーを紹介。私の仕分けを含めぜひ私は数年前に DJ 葵さんという方のブログがすごくこれは海外のベストセラー過去の悪力、ここに書かれていることにここ